偏西風は地球をぐるっと一周するように西から東へ吹いています。黒潮はぐねぐね蛇行しながら日本の南の海を流れています。こうした地球規模の大きな流れには、地球の自転とポテンシャル渦度という概念が大きく影響しているんです。今日は地球の自転と風や海の流れがどのように結びついているのかお話しします。メリーゴーランドに乗りながら隣にいる友達にボールを投げることを想像してみてください。あなたはまっすぐ投げたつもりなのに、ボールは曲がって飛んでいきます。急に野球の投手としての才能が目覚め、変化球の名手になったのでしょうか。残念ながらそうではないんですね。実はメリーゴーランドの外から見ればボールはまっすぐ飛んでいるんです。でもあなたがボールを投げてから届くまでの間にメリーゴーランドが回転しますよね。一緒に回っている友達の位置がずれてしまう。だからボールの方が曲がったように見えるんです。このように回転している世界にいると、実際には存在しない力を感じます。この見かけ上の力をコリオリ力と呼びます。地球もメリーゴーランドのように回転しています。私たちは地球と一緒に回転しているので、地球が回っていることを普段は意識しませんけど、超巨大なメリーゴーランドに乗っているようなものなんです。でも風や海流のように地球の表面を長い距離移動する流体は、メリーゴーランドのボールと同じようにコリオリ力の影響をはっきりと受けるんです。では地球の上でコリオリ力がどう現れるか、もう少し具体的に見てみましょう。地球は1日に1回自転しています。この時地球の表面の速さは場所によって全然違うんです。赤道では地球の円周が一番大きいので、地表は時速約1700キロという猛スピードで東に動いています。でも緯度が上がるにつれて円周が小さくなるので、地表での速さはどんどん遅くなります。そして北極点や南極点ではゼロ。その場でぐるぐる回っているだけになるんですね。ここで赤道付近の空気が北に向かって移動する場合を考えてみましょう。この空気はもともと赤道にいたので、時速約1700キロの東向きの速度を持っています。北に移動してもこの東向きの速度はそのまま残るんです。ところが移動先の地面は赤道より遅い速さで東に動いている。だから空気は地面に対して東にそれて見えるんです。つまり北半球では北向きに動く空気は右に曲がるように見える。じゃあ逆に北の方から赤道方向に動く空気はどうでしょう。この空気はもともと高緯度にいたので、遅い東向きの速度しか持っていません。南に移動すると移動先の地面の方が早く東に動いている。だから今度は空気は地面に対して西にそれて見える。やっぱり右に曲がるんですね。つまり北半球では空気がどちらに動いても進行方向に対して右に曲げられる。南半球ではこれが逆になって左に曲げられるんです。このコリオリ力の強さは緯度によって変わります。その強さを表す量をコリオリパラメーターと呼びます。先ほど見たように赤道では地表の速度差が南北であまり生じないので、コリオリパラメーターは0になります。一方北極と南極では自転の効果がフルにかかるので、コリオリパラメーターは最大になるんです。つまりコリオリパラメーターは赤道で0、北極と南極で最大。北半球では南から北に行くほどコリオリパラメーターが大きくなっていきます。このコリオリパラメーターが緯度によって変わることが、地球規模の風や海流の秘密を解き明かす鍵になるんです。次にもう一人の主役である水深について紹介します。海の流れや大気の流れにはもちろん厚みがあります。海なら海面から海底までの水深、大気なら対流圏の厚さですね。実は摩擦のない流体ではコリオリパラメーターと水深の比率が保存されるんです。この比率のことをポテンシャル渦度と呼びます。英語ではポテンシャルボーティシティ、略して PV ですね。
厳密には渦土と呼ばれる流体自身がその場で持っている回転の強さとコリオリパラメータを足した値が分子になります。ただし地球スケールの流れでは渦土は地球の自転の効果に比べてとても小さいんです。だから今回はこの渦土を無視して PV はコリオリパラメータと水深の比率として考えていきます。この式が意味しているのはこういうことです。もし水深が変わったらコリオリパラメータもそれに見合うように変わらなければならない。コリオリパラメータが変わるということは緯度が変わるということ。つまり PV の保存は水深の変化が流れの緯度方向の動きを決めるということを意味しているんです。そしてこれは水だけの話ではありません。大気でも同じで、大気の厚みが水深と同じ役割を果たすんです。では具体的にこの PV の保存則がどんな現象を説明できるのかを見ていきましょう。偏西風のような大気の大きな流れでは大気の厚みがほぼ一定だと考えることができます。厚みが一定の時 PV が保存されるためにはコリオリパラメータも一定でなければなりません。コリオリパラメータが一定ということは緯度が変わらないということ。つまり流れは南北方向にはほとんど動けず東西方向に制限されるんです。これが偏西風や貿易風のような大気の大規模な流れが東西方向に吹く理由の一つなんですね。次に東西に流れている海流が海嶺、つまり海底の山にぶつかる場合を考えましょう。海嶺の上では海底が盛り上がっているので水深が小さくなります。PV を保存するためにはコリオリパラメータも小さくならなければなりません。つまり緯度が小さくなるように赤道方向に流れが曲がることになります。つまり北半球では海嶺を越えようとする流れは南に曲げられるんです。逆に海底の谷である海溝、つまり水深が深くなる場所では PV を保存するためにはコリオリパラメータも大きくなる必要がある。つまり緯度が大きくなるように北極方向に流れが曲がることになります。これをもっと大胆に言うと、コリオリパラメータと水深の比が同じ場所を地図に線で描いた時、海の流れはその線に沿って流れると言い換えることができます。このような海底の地形によって海の流れが変わることの代表例が黒潮の蛇行です。伊豆半島から小笠原諸島を通ってグアムやサイパンを含むマリアナ諸島にまで伸びる水深が浅くなっている伊豆小笠原マリアナ島江を黒潮が越えて流れるとき、黒潮は PV を保存するために南に曲がって進みます。これによって黒潮はぐねぐね曲がった流れになるわけです。実際には水温や気圧などのさまざまな要素が絡まり合って黒潮の流れは生み出されているのですが、海底の地形は黒潮の蛇行に影響を与えている重要な要因の一つなんです。さらに面白いのは海嶺が高かったり海溝が深くて水深の変化が大きすぎる場合です。緯度の変化だけでは PV を保存しきれず、流れは海嶺や海溝を越えることができなくなるんですね。結果として流れは海嶺や海溝に沿った動きをします。この時海嶺や海溝はまるで壁のような役割になるんですね。沖縄トラフがその代表例で、黒潮の大部分は沖縄トラフを越えることができずに九州の方へ流れているんです。海底の地形が海の流れの方向を決めているのも PV の保存から理解できるとても面白い例なんですね。これらの PV の保存やコリオリパラメータを通して地球規模の流れを理解する理論は1930から40年代に気象学者カール・グスタフ・ロスビーを中心として築かれました。彼は流体力学や熱力学などの物理のさまざまな分野の知見を生かし、数理的に気象を研究し始めた気象学のパイオニアの一人です。コンピューターを気象の研究に利用した最初期の人物としても知られています。ロスビーが地球規模の流れの理解のために提案した PV の保存は地球以外の天体にも当てはまります。木星の大赤斑のような地球よりもはるかに大きな流れも PV の保存をさらに発展させた理論によって理解が進められているんです。今日は地球の自転によって生じるコリオリ力や
地形が地球上の流れにどんな影響を与えているか見てきました。地球スケールの大規模な流れも PV が保存されるという非常にシンプルな法則を基礎として理解することができるんですね。自分が住んでいる場所の地形の地図を見たり、散歩の時に山を見たり、風向きを気にしたりすると、見慣れた景色でも何か新しい発見があるかもしれませんよ。それではまた次の動画まで。ごきげんよう。